こんにちは、アカデミアの富尾です。富尾アカデミアニューベーシックは第21回になります。今回は中間の長さ、重めのレイヤースタイルをカットします。キャリア女性、サロンでも大人に人気のヘアスタイルです。これを覚えるとミディアムレングスのレイヤーは完璧です。はじめに、このチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳できます。ここでは主な言語を選びやすいように翻訳しています。対応している言語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語は素早く選んでいただけます。合わせてご覧ください。はじめに仕上がりデザインをよく見ていただきます。大体の仕上がりイメージをつかんでください。イメージができましたら早速始めていきましょう。では動画をご覧ください。今回はミディアムレングスのレイヤーをカットします。まずセンターで分けます。サイドはトップから耳の付け根後ろで前頭部と後頭部に分けます。反対側も同じように分けております。バックは頭の一番出ているところより少し上から耳上に向かってこのようにカーブに分けております。ここからアウトラインの目安になるようにカーブに取ります。バックは3等分に分け、中心は三つ襟幅に取り、ここからカットします。まずこの部分から頭の位置を確認後、垂直にシェイプして直角にカットします。左側は上のブロッキングラインを参考にやや前上がりにカットします。こちら側も同じように前上がりにカットします。もちろんバックのアウトラインは横一直線でスクエアにカットしても構いませんが、僕は少しカーブをつけた方が柔らかく感じ好きです。お客様の要望がない限りはカーブをつけます。柔らかく見えるだけでなく、カーブが U 字型になればなるほど身長が高く見え美しいからです。お客様の後ろ姿、とても大切です。次の上のブロックは放射状にシェイプして下のガイドに合わせてカットします。バックサイドはまず内側の紙が表に出ないように斜めシェイプして内側の紙をチェックカットします。バックセンター側からもシェイプして内側をカットします。これで収まりが良くなります。反対側も同じようにカットします。フロントサイドのブロッキングも目尻の上がったラインからバックセンター側を少し斜めに落としてブロッキングします。こちら側も同じようにブロッキングしカットします。ここで左右の長さをチェックします。OK でしたら上のブロックを下のガイドに合わせてカットします。
こちら側も同じようにカットします。できましたら顔周り段差を決めます。まずはガイドに顎が隠れるぐらいの長さに設定します。これはフロントサイドのシルエットに影響しますので、気持ち長めに設定します。今回は少し重めのレイヤーカットにしたいので長めにします。ワンパネル目はこのように取りカットします。次のパネルもガイドに合わせてカットしていきます。トップのパネルも引ける紙は全部前方方向に引きカットします。反対側ももちろん同じようにカットします。次にトップモヒカン部分を取り出し、頭の丸みを除いたここをガイドに水平に近い感じにカットします。フロントサイドの紙もトップセンターに引き寄せ、切れる紙はカットします。反対側も同じようにカットします。バックセクションもモヒカンに取り上に引き上げ、フロントをガイドにカットしていきます。ガイドができましたらセンターで分けて縦スライスに取りカットします。次にバックセンターで分けてスライスラインを放射状に取り、フロントサイド方向に向かってカットしていきます。反対側も同じようにカットします。
引き続きフロントサイドをカットしていきます。反対側も同じようにカットを進めます。次に前髪をカットします。今回は前髪を作ります。中心部4センチ幅に取りカットします。長さのイメージは目が隠れるぐらいにします。次に目尻の上がったラインでブロッキングします。次に黒目の外側ぐらいの幅を取りガイドを作ります。そしてそのガイドに向かってこのようにカットしていきます。こうすることで顔のラインに髪の毛が馴染みやすくなります。ウェットの段階でベースがしっかりカットできているとお客様が手入れをしやすくなります。これでウェットカットができました。では乾かしてからドライカットします。乾きましたのでドライカットしていきます。見た目の通り重たいのでドライカットします。まずバックからレイヤーの部分に毛先深めのチョップカットしていきます。全体にカットラインに沿って毛先チョップカットしていきます。こうすることで毛先に表情が出てシルエットもなだらかになります。フロントサイドも同じように入れていきます。顔周りは毛先の表情を見ながら入れていきます。こうすることでカットラインに透け感が出てきます。
トップ8回りも毛束を引き上げチョップカットしていきます。前髪部分も薄くなりすぎないようにチョップカットします。トップモヒカン部分を取り出しチョップカットします。全体をチョップカットしただけで随分柔らかくなりました。今回は重めのレイヤーですが、髪全体が動きやすくなるようにそぎを入れていきます。ウィービングのようにそぎを入れることで動きが出やすくなります。シルエットを崩さないようにそぎを行います。トップも中間にそぎをウィービングの要領で入れていきます。毛先はチョップカットが入っていますので必要ありません。毛先をあまり軽くしすぎると毛羽立ちと収まりがよくありません。ですので、そぎはこのように入れます。
バックアウトラインにワンレングスの強いラインが出ていますので、内側からそぎを入れます。こうすることでワンレングスを残しながら薄く動きが出ます。全体を見て足りないところをドライカットします。では全体に紙を動かします。全体に軽くオイルをつけて仕上げます。仕上がってきました。このままでも OK ですが、毛先に少しアイロンでアクセントをつけます。仕上がりました。仕上がりです。はい、今回は中間の長さ、重めのレイヤースタイルをカットしました。キャリア女性にサロンでも人気のヘアスタイルです。基本はウェットでベースをしっかりカットしておくことでお客様が手入れしやすくなるでしょう。全体のバランスやカット方法が頭に入ったら、ウェットの段階で仕上がりをイメージして、毛先をチョップカットしたり、削ぎを行うことも可能です。ミディアムレングスは年齢を問わずおすすめしやすいスタイルです。試してみてください。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。
では今回の動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。